いかがだったジョンです。今回はナビ VS ETE スポーツというクランですね。ダウンホール15の時もね、ちょくちょく世界大会の方にね、上の方にも予選では勝ち上がってたクランですね。ITP 系のクランになってそうですかね。フロスティとかいますね。はい、というわけでね、アタックのところまで飛ばしていきたいと思います。早速やっていきましょう。さあ、対戦相手からですね。クイラバですね。ん違う。一旦あいつは消していきつつ、なんで変わっちゃったんだろう。クイラバ。これ音入ってる？援軍と当たりながらの形ですが、そんなに火力は高くないところですが、モノリス当たりつつのアイゴレなんで時間は稼げそうですね。タウン周りにクロスボウが4機とポイズンタワーが置いてあるというところ、タウンホール区画かなり火力が高いですね。シューター強い。テスラチェックも終わりつつ、ウォールブレーカー入れていくなら、ちょっとそうですね、投げたいところにはつかず、ここからしっかりついていきました。ちょっと膨らんで当たる形になりそうかな。さあ、ここは下のシューターがね、ヒーローと当たってしまって、クイーンとね、当たってたので、破裂をしてしまうというところ、ここら辺もいい感じのケアができれば強かったかもしれないですね。ただ、中身のガーゴイルがこれ、投石に対して、そうですね、下が空に対応する防衛施設が投石ぐらいしかないので、スーパーガーゴイルのみで突破することができました。そしてクイーンの方も、もう1枚ウォールブレーカー入れていきますが、まずは手前、そして投げ直す形になるかな。もう一回投げてくかなと思うんですけど、まだ投げない。ギリギリまで貯めてますね、ラバルパートも。まだ残り1分ちょっとね、20秒切ってるところで、まだ見ていく。ここからウォールブレーカー入れていきます。いいウォールブレーカー。これ多分対空砲切れて、ラバがどこ下げるかとか、その辺まで考えてるってことかな。ブーメランブーメランじゃないや。なんて言うんだっけあれ。ジャイアントアロー一撃ぶっ飛ばしていきながら、ここはクイーンの方でポイズンタワーを吸っていきました。で、ここヒーリングトームですね。確かにって感じですが、ちょっとトームのタイミングとかは早くなってしまったところかな。ただヒーリングトームの能力でここは回復されていく。これ強いっすね。タウンホール初動のところなんで、こういったところ、ラバハウンドも向かう先ないですし、対空砲が全て切れて。配置に応じてね、こういう、これめっちゃヒーリングトーム刺さる形のラバルですね。さあ、残り時間は20秒。かなり貯めてたラバルパートだったんですが、しっかり間に合わせていく。ヒーラーの方もね、引っ張ってね、ラバハウンドの代わりにしてったりと。強最強の一番手、ピーカス。これはウッドランチャーに切り替えて、ポイズンがないのでスケルトンインビジブルになりそうですかね。まずはクラン上マルチを削りつつというところ、配置自体は対策陣ですね。前回対策陣、クラン上マルチ。クロスボウには投げてないよね。2発しか、そうだね、投げてないんだけど、なんか、ワンチャンありそうな感じまで削れましたが、ここで、そうですね。そのクロスボウは折れたら当然美味しいんですけど、狙ってね、投げたのは2発だけだったので、プランはウッドランチャーでサイドカットもしつつって感じなのかな、これは。ちょっとテスラあったら怖いところではありますが、珍しいですね。テスラケアをそんなにしない形で入っていきましたが、ランチャー非常にいいですね、ここは。マルチ IT と対地クロスボウのところに攻撃を入れつつ、奥のイーグルまで削れればいいなという流れでしょうか。で、ここからアイスゴーレム入れてクイーンを守っていくと、これ相当強いですね。で、この辺も多分ね、長弾大砲を考えて2体採用とかにしてんのかな。クイーンにダメージが入らないようにとか。で、もう1枚アイスゴーレムがここでもう1回フリーズを作ってくれるので、クイーンパートも非常にいいと。で、ジャイアントもこっちはロイヤルチャンピオンを守るために使われて、で、ここはスピリットフォックスが発動するので、もう一度隠れてと。で、あとは、
残ってしまったところをね、ラバルパートで削っていくようなイメージですね。スケルトンの呪文を置いていきますが、ここはフォックスが隠してくれるので、これも間に合っていくんですよね。ガチで強い。強すぎるな。タウンホールフリーズかけて、ここはヒーリングトーム最速、これヒーリングじゃないかかけてますね。で、クイーンの方はクローク打ったらヒーラーが追加されつつ、ロイヤルチャンピオンも能力発動して、で、ここはまたスピリットフォックスでバレないようにモノリスポンポン殴って、大量のバルーンがあとは残った防衛施設を囲んでいくと。強いね。呪文も2発。いや、ヒーローパート強すぎでしょ、これ。最後もキングを隠すギリギリのインビジブル。強すぎ。スーパードラゴン編成クローン型もシンプルですね。スーパードラゴンとバルーンとベビードラゴンという3種のドラゴン編成になりますが、ドラゴンは 2種だった。で、ここから一気のトームをかけて、真ん中クローンで一気に、バルーンだとは思うんですけど、中央部分を削っていこうというプランニングですね。ポイズンターンのターゲットも吸いつつ、で、クローンは投石目指けて投げたんですが、クローンは不発。ちょっと、悲しいクローンになってしまいました。で、スケルトンの呪文いいですね。モノリスの方をターゲット取りつつ、ここ役を採用していることで、キングの方も綺麗にここまで入ることができてます。グランジョだけでも攻めて削っていきたいというところ、しっかり中央削りつつ、対空砲とね、下のね、マルチアーチャーターンも強かったですね。6軸角がまず突破できてないというところ。クローンで本来削れてるはずのところにフリーズを打たされ。ただ中央これいい形でスーパードラゴン入り込むことができたので、ここはもうちょっと仕事してくれそうですかね。いい感じに、これは中央貫いている。これいいよ。ただ、ロイヤルチャンピオンのみでしょ、残り。下の対1クロス1本は最低降りたいんだけど。厳しい。ここから、フォーミングがどんどんヒットしていく。そして、ウォーデンのターゲットはクイーンに吸い寄せられまして、端っこの方へ寄ってしまうと。これは残り1分半厳しいですね。大工がないので HP 回復してないのは、せめてものみたいなところはありますが、あとは、クロークも残ってるので、時間ギリギリまで引っ張って、ロイヤルチャンピオンをおそらくここから出す形。で、ロイちゃん能力が今回はディギーなんですね。対1クロスあたりで、この辺がちょっと苦しいね、呪文ないと。そうだね。ロイ、ちょっとだけ、時間もないので焦って出した形かな。ここで一度マルチアーチャーターが止まって、こうやって見るとなんか、でもディギもディギで強いからね、当たり前だけど。これ、ブーメランが外飛んじゃうんだよね、今投げると。もったいねえ。最悪だ、今のブーメラン。さあ、あとはクローク1本どこまで伸ばせるか間に合うかっていうところ。さあ、レイジタワーの乗ったところで、これはディギーがトルネを解除してくれて、クイーンクロークヒーラーでできるけど、ヒーラーがどんどん落とされていく。配置落としてマルチアーチャータワー落とせれば、惜しい。97%。さあ、クラウス、ヒーラー2体のスケルトンインビジブル編成かな。こういった対策陣の配置は、マルチ配置よりも火力が分散されてね、バランスのいい配置になってるので、ヒーラー2体とかでも成り立つような区画が多いっていうところで、対策陣の方がこういうヒーラー2体編成とかね、1体とか、対応しやすくなってきますかね。もしくは、クロークを使うことでヒーラーが出てくるはね、ギアを忍び込ませてる可能性ありますね。そこでヒーラーの数を調整して、ヒーラー2体でも成り立つようにしているっていうやり方も全然あるかなと思いますが、今回はどちらでしょうか。さあ、スニゴブカットからキング12時展開です。さあ、ここはシューターセットしてきましたね。で、アイゴレ。ここシューターなんだ。なるほど。で、ここからクイーン展開していきます。キングとね、シューターのね、同じサイドに投げ込んでいくっていうのは結構珍しいですね。対1クロスボウまでが目的で、この間にこの迫撃砲をこのシューターで削ると奥のマルチ IT とかまで削れるからとかそういう考え方なんですかね。で、ここは
クイーンヒーラー2体の方で進めていきます。ヒーラーに対してこれ守りのホーミングチェックですかね。キングエラ。ちょっと起動はしてほしくないな、タウンホール。起動はしてほしくないんだけど、しちゃいましたね。さあ、これは思いのほか伸びてしまったので、急遽サイドカットとフリーズをかけて入れていきます。で、インビジブルも当然入れていって、クロークをタウンホールに合わせることができればって感じですかね。いやなー、スケルトンですね。もう1枚フリーズ。ただ落下ダメージでバルーンのね、ビクスケ1体いけたかな。で、シューターやっぱりそういう目的でしたね。マルチ IT まで差し込むことができて、クローク持ってこれたので、これはタウンホールを落としていきます。で、ラバルパートスタート。ホーミングがかなり多い。テスラモリー。ちょっと嫌な感じで、当ててバルーン追加してますね。さあ、ロケバルの方もマルチ IT のところまで届いてほしいんですが、燃焼ダメージでそもそも折れそうですね。で、アイスラバハウンド。ここはトームは入ってないので、フリーズを作ります。あとはロイヤルチャンピオンが残ってるんですけど、スケルトンを置いてから6時なのか、モノリスから投げ込むのかっていうところですが、ここは6時からの採用。大砲を切ることでロイちゃんルートも確保しつつ被弾を抑えるというような目的ですかね。さあ、ここはストライカーは全部キングの方に走っていって、クイーンはクイーンでロイヤルチャンピオンが短期で落としてくれましたね。これがスピリットフォックスの強いところであります。さあ、これはマルチアーチャーターまでなんとか落としきりつつ、キングの方をね、処理することで、ロイヤルチャンピオンが捕まらない形は出来上がりました。残り20秒。結構時間使ってたんだね。タウンホール周りで結構フリーズだったりインビジブルだったりに打たされてしまったところ、あとは時間との勝負ですが、ちょっと間に合わないかな。さっきが97。97は超えていきたいけど、まさかのこれは97。さあ、対戦相手、スーパーボーラーですね。97、97ということで、破壊率まで同点なので、面白い試合になりますね。迫撃砲のターゲットはシューターにいきなり入ってしまいました。これはすかさずのフリーズ。スーパーボーラー編成、フリーズの枚数結構少ないんでね、こういうフリーズの使い方はしたくないですね。気をつけていきたいところですね。さあ、レイジ追加していきつつ、6時の方はアーチャーサイドカット。ウォールブレーカーは、援軍を釣っていく。でもなんか、ね。こういうのね、嫌っすね。そっちから行くんだ。なんで今僕投げたんだ。援軍釣りってことか。で、今回ポイズン持ってきてるので、事前に処理。いいフォグですね、確かに。シューターちょっと内側入ってきちゃうけど、さあ、ここからスタートしていきます。ウォールブレーカーも入れつつ、スーパーボーラー編成。ルート取りはかなり綺麗にできてますね。ただ、タウンホールが真ん中っていうところがちょっとネックかな。ジャンプまでちゃんと打っていきましたね。ワンチャン残すのもありかなっていう感じで。っていうのも壁がシューターによって開けられたからですね。奥の方がどっちかっていうとアクセス難しそうなので、残してもいいかなって思ったシーンでしたが、さあ、これタウンホール一撃で落としてほしいところ、キングの方は溶けていきます。キングはフェニックスだったけどもう溶けたのね。裏まですごいバウンドダメージ入りましたが、ここはマルチ IT ギリギリ落とせず。スーパーボーラーそれ強いな。フリーズ使って、シューターの方もね、一発迫撃から受けたんですけど、あそこいい感じにね、すかさずのフリーズだったので、延命されつつ、ロイヤルチャンピオンは下からフォックス型。クイーン中央どこまで生きれるか。HP は相当落ちて、ここは溶けていきます。シューターの中身はスーパーガーゴイルですね。あとはロイヤルチャンピオンがどれほど頑張れるかですが、キングの外処理うまい、これ。バルキリーストライカーうまいっすね。これスーパーバーバリアンの要領で、タンクさえしてくれればストライカーが処理をしてくれるというところ。うまい。強っ。いったな。ギリギリの展開でしたが、これはロイヤルチャンピオンと、残った外周のサポートがうまかったですね。さあ、カズマくん。51天才の
ルートライダー、食い火なのか、おで火なのかみたいなところですが、ここはおで火ですね。5発だと、シングルインフェルノとタウン起動かな。そうですね。強いね、それね。大工エアスイと。これはバリューは相当高いな。テスラチェックのバーバリアンしっかり起こしつつ。まあ、エレクトロタイタン編成ね、61の時からずっと使ってる、カズマくん結構得意な編成をルートライダーに合わせてってところですね。この編成何度か取り上げてるんですけど、まあ、ジャンプがいらないっていうところが強いかな。エレクトロタイタンじゃなくてルートライダーである理由の一つがもう、この、スケルトンを使ってここは、キングを呼び起こしていくという形。うん。強いですね。で、ここホグチェックでテスラをケアしていく形。しっかりここはタウンホールまで何もないのを確認。援軍ウォーデンの方に引っ張られてほしいな。ちょっと怪しいな、フリーズ。ナイスフリーズ。ナイスフリーズだけどちょっと苦しいな、これ。ちょっと援軍連れてシューター入っちゃいましたね。これシュータータウンホールまで削れてればめっちゃいい組み立てだったな。カズマくん、なんかたまにこういうかわいそうなアクシデントあるよね。プランめっちゃうまいんだけど。ルートライダーの穴開けがめちゃくちゃ強いんですよね、ここ。綺麗に穴を開けてくれてるので、これでジャンプがいらなくなってるって感じですね。エレクトロタイタン編成よりも、こっちの方がね、突破力があると。まあ、ただ、もちろんタイタンの方はね、HP が高く、まあこっちも高いんだけど、ハイダメージも強く、みたいなところあって、防衛施設だけにもね、ターゲット取っちゃうっていうところもメリットであり、デメリットであるっていうところもありつつ、ただこれ強いなタウンホール残っちゃったけど、終点で全然足りますね。あとはくじ大きく削っていって、サイドカット、キングの方も能力残ってますね。まあ、タウンホール残ってしまった段階でロイヤルチャンピオン反対から回しても、タウンホール終点でやっていくしかないなってしっかり切り替えた上で、しかもそれでいけるでしょって踏んだ判断力の高さっていうところも大事ですね。うんよ。プランがガチで強かったこれ。タウンホール残ってもいけちゃうってことだもんね。ただ時間の方はね、30秒対44秒ということで、平均14秒勝ってるんで、まあ割と安心のスコアかな。クラウス3分使ってるけど、相手も3分だったのかな。でも、そうでも、これで時間30秒も勝ってんだ。すげえな。30秒じゃない。15秒ぐらい勝ってんだ。さあ、ここは51天才ですが、ロイヤルチャンピオン採用。5発は反対のマルチか、タウン前とか打つんかな。いや、そういうわけじゃないから、反対マルチなのかな。うん、キング強いですね、ここ。ああ、そこなんだ。じゃあ、タウンホールの方に誘導かけるんだね、クイーンを。ベビドラそうだね。ベビドラ上対空出して、大砲か。大砲出して、援軍の方キングでターゲット。ロイヤルチャンピオン、ブーメラン真ん中貫通して。いいテスラ。ワンチャンあるよ。いいテスラ。これそれるよ。タウンホール残すプランではないよね、さすがに。このプランはさすがに狙ってたよな、タウンホール。うん、インビジブルもないし、そのテスラは非常にいいですね。クイーンのルートが怪しくなりそうです。ただこれ、シュータールートとヒーローのルートめっちゃいいね。やっぱり、クイーンは逸れてくんだけど、なんかタウンホール終点にしてラバル開始するといい感じになりそうな雰囲気ある。支点にするんだ。まあ、安いもあるしってことかな。さあ、イーグル砲はここをしっかりバルーンをターゲットしてくれて、ヘイストトーム。ヒールもありますね。タウンホール越しにここはヒールをかけて、まあ、別の目的だったと思うんですけど、たまたま持ってきたヒールもちょっと仕事をしそう。そしてこれシューターがガチで強いな、下。マルチアーチャーターの方も入りつつ、中身なんだろうな。中身でこれは奥のところまで取れそう。強いな。バルーン囲われていって、残り時間は1分ぐらい。時間的にもいいタイムの全開になりそうですね、これは。マルチアーチャータワーあるよね、ちゃんと。ハイダメージ弱っ。なんか、なあ。派手さないっすね。
2分6秒。弱ー、時間もだいぶ迫られた。ちょっとなかなか時間は遅くなりましたが、星361点差ですね。どうやら、同点なので、額を最後に残して早いプランも、普通のプランも両方考えれるようにしたようですね。その結果ちょっとスタートが遅れたと、61点差スポット結構強いところありますね。クイーンも巻き込んだところだったりとか、モノリスマルチも強いし、投石とか絡めたこういうところも強いし、天才ラバルで考えると、そうですね、そういったところも強いと。ラバルで考えたときに、対地クロスとかヒーローパートを優先してそういう削りをするか、ラバルパートとしても邪魔になるマルチ IT とか、マルチアーチャーターとか削っていくかみたいなところですが、今回は後者の方ですね。で、ヒーローパートを行っていくと。ちょっと天才スポットが多すぎて、これ、美味しいところが多すぎてね、どこを選ぶかもなかなか難しいところですね。数が少ないとね、結構選択肢が少ないと、簡単に決めれたりもするんだけど、クイーンは速攻のクロークでここヒーラーを起こしていきます。で、クイーンの方をこれ、早っ。結構速度も意識してるんじゃないかな、この展開は。さあ、ラバルパートスタート突撃艦タウンホールへという形、一気のラバストライカー、ロイちゃんまで巻き込んでの塔も入れていきます。さあ、火力も高いんでね、ここは。援軍も出つつ。さあ、タウンホールまで届くか、これはトルネード出てますが、落としたい。安いワンプッシュ届いていって、タウンホール落とす。キングすげえ伸びてんな。まだ3時でストライカー処理とかしてるわ。あとは中心ですが、どうでしょう。ロイヤルチャンピオン能力持った状況でここ入る。細かい防衛施設なんで、ブーメラン一つでかなり飛びますね。あとはバルーン囲い込んでって、1分半残り。早いな、これ。これは勝ち確のタイムでしょ。水曜。時間も意識したラバル、これ1分台。1分40秒ぐらいの全開ですね。早っ。1分43秒。さあ、対戦相手、クイラバ。今のは相当えぐいっすね。タイムもぐっと縮まりまして、平均タイム2分18秒まで落ちています。相手もある程度時間は意識したいところですが、どうでしょうね。クイラバそんなに早いタイムで取れるプランではないと思うんですが、やり方によっては早く済むこともできるって感じかな。今相当早かったね。対空折れるぐらいでヒーラーつけて、ロイヤルチャンピオン当たりつつ、いい食い火。あとは3次シューターもある程度削りつつ、クイーンの方もレイジを置いていきます。さあ、ホーミングチェックというよりは、テスラを折りに行くようなバルーンですね、あれは。さあ、キングの方が捕まってくんだけど、これフリーズかけるか？かけたいですね。かけたついでにタウンホールまで破壊するという。インビジブルタワーが先に壊れたので、キングさようなら。美味しい。さあ、ラバルパートスタートからのウォールブレーカー一気に2層分け。シングル IT2 本あるんでね、ここは。クイーンは結構しんどいルートにはなってますね。で、トームも入れつつ、クイーンはクローク入っていきます。さあ、アイゴレまではフェニックスで降り切ることができました。ロイヤルチャンピオンはラバルに混ぜて中心部入ってますね。で、バルーンを裏からタウンホールへ向けて投げつつ落としきることができました。シューターの中身はスーパーガーゴイル。これも結構速そうっすね。クイーン延命したいよ、それ。さすがにギリギリ。間に合いましたが、それはインビジブルで打ちたかったところですね。インビジブルからのフリーズを残す方が展開的には良かったかなというところ。これは焦りすぎたか、結構、クイーンが生きれるかどうかです。変わりますが、スーパーガーゴイル拾っていって、防衛クイーンもここは勝利していって、終わってみるとこれも1分残しの早いですね。クイラバなんですが、1分台のタイムで、こちらも時間を縮めていきます。1分56秒、すごい。ラストアタック額。ここは時間もリードもらったんでね、急ぐ必要なく普通ので、プランニングしていったようです。ホッサンがだいぶ時間をね、有利にしてくれましたね。ただ相手もすごいな。クイラバ1分台は、なかなかできない。
シュータールート強いっすね。6時の対地クロスまで降り切ると、シューターが相当強くなると。ガーゴイルがテスラチェックもある程度してくれている。カゴがあそこに存在することがテスラのないことの証明ですね。めちゃくちゃ強いな、そのカゴ。うん。良さそう。あとは、まあこういう回廊陣に対しては、スーパーボーラーが刺さるってね、1000年前から言われてるやつなんでね。で、ウォールブレーカー一発、クイーン前開けてあげて、そうですね、合流して一気にレッツゴー。まあ、最近のスーパーボーラー編成はやっぱキングがね、いや、ちょっとこれターゲット入ってるかな。レイジまで乗っけつつ。ジャイアントガントレットが強いので、回廊配置みたいなこういう火力の密集した配置にはキングを内側にぶち込むっていうのがね、めちゃくちゃ強いですね。そしてこれ、援軍美味しいな。アイゴレとかでもなかったので、簡単に援軍処理できて時間捕まらないですね。スーパーボーラーのバウンドダメージですでにタウンホールがフィストを使う前に消えている。下側もシューターを大きく削りつつ、このまとまった区画はもうキングの餌食ですよ。真ん中えぐいえぐいキングがえぐい。そして、スルーッとバルーンも対地クロスを落としつつ、ロイヤルチャンピオン12時の方向へ。下側の方もシューターが大きく削りを入れていきます。つんよ。あとはロイちゃんがぐるぐる回りつつ、回収ユニットはもういないので、まあ、出てるユニットだけでもうどうにかするしかないですね。さあ、クイーンクローク、時間はあるので、これは間に合いそうですかね。あとは14対14になって時間の勝負になるんで、まあ、そこまで遅い全開はダメなんだけどって感じなのか、一応。フリーズとインビジブル。インビジブル絶対ダメですよ。施設に隠すなんてね。絶対やっちゃダメですからね。ゴブリン強いよね、こういう時。さあ、上側はウィザードがいる。フリーズかけて、インビジブル、クランジを打って、あとは時間勝負の時間がどうなるか。削れまして、タイムの方は2分20秒対2分26秒勝利。はい、というわけでね、終わりまして、14対14の破壊率まで同点ということでね、一見すると引き分けっぽいんですけど、こういう時はね、時間の早い方が勝利になるので、時間勝負で勝つことができましたという形、6秒差ですね。まあ、6秒差って結構近いように感じるかもしれないんですけど、平均の差なんで、トータルで30秒、6×5 でね、5人分いるので、トータルで30秒分こっちの方が攻撃早かったですよっていう感じですね。フロスティあたりからのタイムがすごかったですね。2分台から1分43まで削ってというところで、まあだから30秒差って考えると、30秒だから2分56秒ぐらいまでは時間ゆっくりでも勝ててたのか。ああ、じゃあもう本当にゆっくりな時間で勝てるって状況だったんだね。だから前回さえ取れれば勝ちというようなシーンだったんですが、しっかり決めてくれましたと。チクソに強かったですね。まあ、対戦相手もね、14点っていうスコアから分かる通り、レベルも高く、面白い試合になりましたね。スーパードラゴンかな確か、が 97% だったんだよね。あれ、もうちょいガチでうまくやってれば前回取られてたところかなっていうところだったし、クラウスもね、ほんと惜しいところでしたね。フェニックスがタウン起動して、ちょっとそっちに時間使っちゃってっていう展開でした。はい。というわけでね、本日はこんな感じで終わりたいと思います。タウンホール16ね、やっぱ攻撃環境なので、こういう展開も増えてくるかもしれないですね。時間勝負も。まあ、なかなか見れるあれではないので、まあ、たまに見るのは楽しいですね。時間勝負見てる側だとね。まあ、やってる側だとね、ちょっとめんどくさいなっていうのね、過去に何度も経験したことがありますが、はい。楽しかったなというところで、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。